これまた食べに行きたいね。エビチリのタレですけど、今からどういった仕込みをされますか？魚を今日コースで出すので、これの下処理と、今日料理でこの発酵トマト作るんで、そのソースも一緒にやっていきたいなと思います。あとサンマがあるんで、サンマの燻製を一緒に作ろうかな。一応完成です。これはそうですね、ケチャップと、生姜、にんにく、2種類の豆板醤が入ってます。あとはシャージャンって言って、ちょっとエビの味噌を使ったようなジャンがありまして、こちらも一緒に入ってます。はい、これでエビチリのタレ完成です。これが発酵トマトです。発酵トマト。はい。の今からこれはそうです、一応紀州の料理になるんですけど、トマトを発酵させて、向こうでしたら鍋によく使うんですけど、ちょっと酸味がある、うまみが強いトマトっていう感じになります。この海鮮系ですね、魚とかエビとか、よく合うというか、イカとかそういう魚介類に結構合うんで、
これで常温でずっと放置していきます。常温で 1ヶ月2ヶ月ぐらいずっと発酵させていきます。これは、その香り付けというか、今日は桜とりんごのチップとお米と砂糖で香り付けをします。燻製はどれぐらいかかるんですか？大体10分ぐらい。煙が出てきてからそれで蓋します。お魚を使うんでこれの処理していきます。これアコウですね。結構高級魚で、このぐらいのサイズやったらまだあれなんですけど、大きいサイズになるとめちゃめちゃ高いです。もう今日はコースが1件入ってるんで、それの海鮮料理でこちらを使おうと思ってます。お昼はコースメインなんですけど、夜はもう単品メインになります。夜のコースは2日前のご予約っていう形で今は取ってます。ここより2つぐらい前のお店なんですけど、そこはちょっと海鮮が強くて、魚とかも生きてるやつをその場で締めたりとかするようなお店やったんですね。ちょっと高級な感じのお店やったんで、そこでそういう魚のやり方というか使い方というか海鮮の使い方みたいなちょっと教えてもらえた、はい、でそれを自分で活かせれたらいいなと思ってたら、ちょうどいい魚屋さんと知り合うことができて、魚屋さんメインで、はい、やらせてもらってます、すごいいい香りです。これ美味しいです。僕もサンマ好きなんですけど、燻製が一番好きです。これはね、単品で今日使おうかなと思ってます。基本的には北京料理なんですけど、結構いろんなことやって自分がなんか好きなことをやる感じです。よく中国に年2回行かせてもらうんですよ。今やっぱすごい面白いんですね。もうなんか日本にはないような見たことない料理とかが向こうにはわんさかあるんで、それをこう、自分なりにできたらいいなって感じでやってます。カニですね。カニさばいていきます。これはズワイガニですかね。普通の、はい、もうこういう感じで一つ一つほぐしていってます。結構時間かかるんですよ、ほぐすのにやっぱり。なんで手間がかかるんで大変なんですけど、もうちょっとしたら上海ガニが出てくるんで、もう上海ガニが出てきたらもうずっとカニを補助してます今日もこれをとりあえずおすすめには載っけてるんですけど、
出てくれたらいいなっていう感じで、はい、そうほぐしてます。これはあんかけのチャーハンか、もしくはもうズワイガニ丸々1匹使ったチャーハンみたいな感じで、本当にすごい贅沢なチャーハンですよね。作ってて自分食べたいなと思いますいつも当たらないですけど、ちょっとお値段それなりにするんですけど、やっぱりそのボリューム感というか、出てきた時のわすげえなみたいながやっぱりありますね。これリピーターさんみたいな方も多いです。酢豚の肉と、唐揚げのお肉なんですけど、うちは三元豚の酢豚使ってます。結構肩ロース使ってるんですけど、やっぱり肩ロースって油がこういう感じで間に油がどうしても肩ロースだって入っちゃうんですね。できるだけそこを、取るようにしてます。あとチャーシューもこの部位使ってるんで、はい。結構油が結構分厚い油とかがあるんで、口に結構当たる時があるんですよ。なのでそうならないようにできるだけ油を外してるというか、もともとこのお肉すごい柔らかくて、すごい美味しいですね。お昼とかはやっぱり酢豚が一番人気ですね。よく出ますね、やっぱり。こんな感じです。こういうのもったいないんで、まかないとかスープに入れたりとかして再利用してます。唐揚げは田島鶏です。国産のやつを使ってます。冷凍してない鶏なのですごいジューシー、あんまり硬くなくて美味しいですね。次は麻婆ミンチ作っていきます。そうですね、麻婆豆腐とあと担々麺とかに入れるミンチになります。これで沸いたらちょっと弱火でコトコト煮るみたいな感じでちょっと放置していきます。そうですね、麻婆豆腐はそんなに尖ってないというか、万人受けするようなちょっとやっぱ食べやすいような麻婆豆腐にしてますね。肉味噌が結構入ってるんで、結構皆さん肉々しいというか、肉の旨味が多いっていう風にはよく言われるかなと。あと白い麻婆豆腐っていうのをやってまして、こちらはもう全然辛さっていうのがもうしびれる辛さで、もう辛みがしびれるっていう感じになります。はい。ミンチもそちらは鶏ミンチ使ってるんで、さっぱりとしたあっさりしたような感じにはなりますね。結構分かれるんですけど、好きな人はもう結構ハマってくれるというか、結構毎回頼まれる方も多いですね、やっぱり。これでちょっと弱火で放置していきます。その間に唐揚げと先切ったやつを合わせていきます。
きい店じゃないんで、本当に細々仕込んでいく感じです。2020年、今年で5年目になり、ちょうどコロナの緊急事態宣言が出た時にオープンした感じですね。5月オープンだったんですけど、その緊急事態宣言が出たので、2ヶ月遅らして7月にオープンっていう形で、早くオープンしないと僕らもお金がなかったので、はい、もうそう行かなあかんなみたいな。最初はね、オープンバブルというか、最初の1週間はすごい忙しかったです。こんな忙しいんかって思えるぐらい忙しくて、これやったらやっていけるなと思ったんですけど、やっぱ2週間ぐらいするとだんだん人があまり入ってこないっていうか、あんまり目立ってないのもあるし、あんまり認知されてないっていうのもあるので、やっぱりこうなるんだっていう感じでしたね。本当にお昼とかも2名とか4名とかそれで終わりとか、やっぱこう苦しかったですね、その時は。これが完成形です。1ヶ月以上発酵させてずっと常温であれしたもの。冬場とかだったら3ヶ月ぐらいかかります。中国行った時に貴州のこのサンタンっていうんですけど、発酵トマトを使う料理を食べることができたんですよ。で本場とやっぱ日本は全然違うんですけど、いや面白いなと思って。イタリアンとかやったらトマトパスタとかなんかそういうイメージが湧くんですけど、発酵ってどんな味やねんみたいな感じで皆さん思われると思うんで、それがすごい面白いなと思ってちょっとやってみようと思いました。発酵トマトを使ったソース、味噌だれ作っていきます。あまり想像つかないです。よかったらちょっと味見してみます。ただこれ味入れてないんですけど、素材だけの味でこんな感じです。なんか全然違うでしょ。酸味は強めなんですね。そうですね、発酵してるんでやっぱ酸味が強いですね。今からちょっと調味料入れて変えていきます。さっきよりだいぶまろやかになったと思います。全然違いますね。違う。で最後にこの仕上げにムージャン油っていうこの油入れるんですけど、ムージャン、はい、これに入れるとまたガラッと味が変わるんですよ。すごい面白いです。なんか人とちょっと違うことはやりたいなと思いますね。やっぱ同じことやっちゃうとちょっと埋もれちゃうなっていうイメージがやっぱ強かったんで、何かちょっと人と違うことしたいな。中華は中華だけど他がやってないようなことをできれば
まあ面白いんじゃないかなってそういうのはあります。はい、ありがとうございます。中華大の消化です。は今日使うシータイガーです。めちゃめちゃ大きいですよね。食べたいです僕は。あとはその夜の準備とか、あとコースの用意とかになっちゃうんですけど、まあ、ハスコース、アニバーサリーコースみたいな感じで、今日入ってるのはハスコースでベーシックな感じになります。アラカルトコースみたいな感じで、さっき掃除した魚の蒸し物と、あと酢豚と麻婆豆腐みたいな感じのベーシックなプランになっちゃいます。今日はそうですね、6名、11名、4名、1名で結構もう満席です。もう多分めっちゃバタバタすると思うんで。仕込みとかもお一人？そうですね、今一人ですね。ミカっていう名前なんですけど、弥生っていう字に中華の華でミカっていうんですよ。なんでちょうどいいなって言って、旦那の一文字と私の一文字を取って昇華にしました。1日漬けてる鶏になるんですけど、山椒とネギ生姜で漬けてます。杏仁のシロップになります。これが隠し味。つけていきます。していきます。いつもお昼もやられてるんですよね。そうですね。今日はね、ちょっと参観があったんで、旦那が一緒に帰ってたと思うんですけど、参観日帰りで。お子さんもおいくつ？今小学校2年生です。大変は大変です。そうですね。お子さんもおいくつの時からやってるんですか2歳ですかね。今8歳になったんですけど、だいぶ大きくなったんで、一人でもちょっと平気になってきたんで、そこはまあやりやすくなってきたんですけどね。
はカツオです。カツオ、はい。親子チャーハン。いくら、はい。久々に生ホタテ入ったんで、ホタテ、はい。また間で言ってもらえたら。いつもああやっておすすめをこう奥さんに伝えてるんですか？そうです。おすすめ売るの必死なんで、バイトさんがみんなすごい形相な顔してる。もうね、トークによってオーダーが通るか通れへんかが関わるんで、責任重大。責任重大やな。美味しいもの美味しいうちにっていうね、はい、ことですね。普通に立つのが一番しんどい。指導の方で。まな間に花掘りましょうか。花ですか？人参の花。記念日コースみたいなのがあるんですよ。それの最後のデザートプレートにこういうのを添えて、メッセージと添えてみたいな感じで出してます。これはめちゃくちゃ喜ばれるんじゃないですか？そうですね。お客さんね、結構歓声がわーって出てます。はい。こちらでお願いします。たくさんお疲れ様です。カニがおすすめになってます。よかったら、はい、ご検討くださいね。はい、まあ、あるあるのあるですけどね、それは。ありがとうございました。バイバイ。1週間もあんの？骨がやっぱり漬けの方がですか？よだれ鶏でそうめん南京の甘酢で湯葉と水だこの紹興酒漬けでございます。失礼いたします。はい、ありがとうございます。湯葉なんですね。これでっかい湯葉。そういうですね。食べよう。今日は。そうですね。もうバイトさんいてくれてるんで上がります。お先に失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。お先にいつもなんか帰られて。そうです。子供いてるんで、子供迎えに行かないといけないんで。やること前提でお店やられたんですか？いや、僕はやる前提で結婚したんですけど、妻は騙されたって言ってます。でももう今ではボールはそうですね。もう一番信頼できる、はい、ありがたいです。感謝しかないです。はい。キムチです。お願いします。もう一組いきます。ちょうどで言ってたやん。
まあまあ、安全なやつって危惧したり。お肉はすごいジューシーで、一回噛めば口の中に肉汁が広がってすごい美味しかったです。いらっしゃいませ。はい。はい、まあ、スポーツ次お願いします。はい。パス行きます。失礼します。捉えてます。あ、こいつが楽しみ。美味しい。の域に来てしまってる。あ、こうなんですか。何ですか。ふわふわです。すごくジューシーに多分蒸してあると思うんですけど、ちゃんと手間をかけてやってるなっていうのが十分伝わります。サーモンね。エビもいらなくて大丈夫です。はい。はい。小籠包全部で6個、唐揚げ1、チンジャオロース1、よだれ1。はい、
願いします。スマート行きます。マーボー出します。来ると思うから、それをこれでこうやってやってくださいって何がしたくてないですか。全部自分で説明させる。どうしたらいいんだみたいな。外に逃げたらダメだよ。何でしたっけ。防災訓練か。めちゃめちゃご飯合いますね。ご飯に合う味ですね。麻婆豆腐は、はい、お鍋で提供されてるんですか。はい、グツグツしてた方がなんかお客さんワクワクしません。ああすごいみたいな感じ。一手間かけたらその分美味しさが増すというか、目でも楽しめる、匂いでも楽しめるみたいな感じがあるのは面白いかなと思います。お願いします。10番さん次お願いします。小籠包入れます。いらっしゃいませ。こんにちは。シリマヨ行きます。合わせてくれる？サラダ入れて。あ、わかりました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。フライが1番、ホタテあっさり2、ホタテエキソージャンは以上です。はい。きれいにして出してください。
タテ等は切れなくなりますので、一気にしたんで、なくなっちゃう。チータイガーマヨネーズとか。英語ですね。青いきます。麻婆豆腐出します。あります。10番さつきコーダです。エビ玉ワン、焼きそばワンです。わかりました。ヨーグルトのあんこのせいですか。それほんまに今なんか守ってもらわないと。ローストチキンいきます。体勢ができにくい仮説っていうのはある。ないかと思ってたけど、ローストできるんじゃないかって最近感じる。なるほど。それは2つですか。はい、大丈夫ですか。OK かどうか聞いとけよかったですね、最初にね。先生が高かったのか。普段あんまり食べないから1ミリ幅のキャベツが高かった。私でも全く一人暮らししてましたけど全然。はい、失礼します。大変お待たせしました。3番の燻製です。ラストオーダー、エビ串餃子全部で12個。まず今日のケイシーもパチパチ。はい、
片方これが1か。それに2人前の方です。失礼します。サービスしすぎて。すごいな。これまた食べに来たいね。天然シータイガーの奇襲発酵のトリコですね。60代、70代の先生方が理事で残留してたり。そうでしょ。多分食べていけると思うんですけど、まあ大変なガイドラインが持っていただいて。お酒とイクラです。チャーハン2種類ありました。美味しいです。これだけの忙しい満席を回すっていうのは実際やってみていかがですか？やっぱ大変ですね。体力がやっぱりしんどいです。腰が痛くなったりとか、肩が痛くなったり、頭痛くなったりとかありますけど、やっぱりこうやりがいの方が勝ちますね。楽しいですかね、やっぱり。まあその時は大変かもしれないですけど、それをこう回し切ったりとか、美味しいねって言われたりとかすると、やっぱりそこに充実感が勝ってしまうというか。いや、それがないと多分こんな大変なこと誰もやらないと思います。やってて楽しみがあると思います。美味しかったなって言われてこう満足感になるのか、この料理出しっていうのをうまく回すことによってこう自分が満足するのかとか。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。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 気をつけて。ありがとうございます。ベオ職場の飲み会でよく使ってます。僕はよくランチに来るんですけど、その日の日替わりで新しいメニューとかを出してくださって、普通の中華では食べれないようなものがいっぱいあるので好んできております。僕も最初この店初めて、今発酵トマトとかいろんなことやってますけど、初めてやることっていうのが結構多かったですね。それをどんどんやっていこうと思って、それ自分が独立するっていうのはやっぱりそうやったことないことをどんどんやることによって自分も成長できるし、お店も成長できる。それでお客さんが美味しいって言ってもらえることがやっぱり店の発展と、自分に対してのご褒美というか経験を積めるというか、経験してなんぼなんでやらないと損です。やっぱり独立してやるんですよね。いつも同じことやってるとやっぱりこう怠けてしまうというか、マンネリ化してしまうんで、そうならないためにやっぱりいろんなことをやっていってますね。はい、商家でしか食べれない料理っていう風な名目で来てくれたりとかしたらすごいやっぱ嬉しいですね。人とは違うようなこともやっていきたいなとは思ってるので、今日みたいな感じでおすすめとか創作的なものとかやっぱり食べていただければより魅力が分かってもらえるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。